ポポポポポ、せやかちゃんの知力が上がった。その程度で上がっちゃう0.1 から 0.15 になった。いらねえなそのアップ渋いソシャゲみたいになってんじゃんステータスの上がり方が。どうも皆さんこんばんは、夏目さちのゲです。要素液をかけると真紫になるさやです。でんぷん質なんだ。主成分でんぷんです。懐かしいな、要素液そう紫になるやつ。そう、じゃがいもの横に私もそっといたあの思い出ね。あるよね、みんなに。ないよ当然ないよということで今回ですね、こちらでございます、なんて書いてあるでしょうか。せーの、グラタンにして。ドイツが言ってんだよこれを。ドイツでもいいよ、カニでもいいし。カニは美味しそうだわ。栗でもいいし。栗はちょっとどうなんだろう。これはどんぶらこクラウドファンディングだし。なんなんだはい、ということで今回ですね、はいこちらでございます。金。いや皆さん見てこれそんな仕組みがあったんですか。おせちボックス。まあ皆さんこれを見てもわかんないと思うんですよ。そうね。まあじゃあもう早速いってしまいましょう。はい今回やっていく企画はこちら。リド。プロの絵師がオリジナル紙幣作ってみた。近畿。その金を連成するのが違法的なね。そう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 。まあ。だけどまあその近畿を犯していこうと思います。犯していこうと思います。違法ではないです。違法ではないです。違法かと思いきや違法ではないです。うんなぜなら、はい。そう、ここにですね、はい今から我々がお札を書こうと思います。お札を書こうと。もう自分による自分のためのうんオリジナル性癖お札。やばくないですか。それってつまり国から考えるってことですか。これ盲点だと思うんだけど、うんお金ってめっちゃさ、その国のにベースでしょ、根ざしてるものじゃない。だってこの福沢諭吉さんだってだってこの日本の学問をねそう大きくこう進歩させた方なので。そう、日本国におけるやっぱりキーパーソンだからここに出てきてるわけですよ。そうですよ。はい。まあ、ということで、皆さんね、ちょっとね、紙幣っていうものに対しての、はいまあちょっと簡単なね、豆知識みたいなのってあると思うんだけど、まあ、端的に言うと、政府、その国の政府が発行する政府紙幣と、中央銀行とかが発行する銀行券。そうね、日本は銀行そう、券ですね。日本は、っていうかまあ、基本的には、銀行ほとんどの国は中央銀行の発行する銀行券っていうのがこちらはい。になりますね。なんだけど、ここに書かれている人物うんっていうのがさ、うんどこの国の紙幣にも大体いるわけですよ。そうね。そう、実は絶対にではなくて、うん。まあでもその国にね。そう根ざした人物が書かれることが多いと。はい。で、なんでこれ人間の顔かっていうのが、はい実はね、この人間の顔っていうのが書いてあると、うん特にね、人間っていうのは人間の顔に対して他のものよりうんわずかな差とかを識別できるっていう性質を利用したっていうことらしいんですよ、始まりは。あーなんか難しいですね。でだから、うんで年齢別に見ると割と結構年取った人が多いかなと。でも今まで紙幣になった人って新渡戸稲造とかそうね。夏目漱石、うん。あとはクリスチャン・ベール、違うだろう。あとは欲求出てるぞお前。おでんくんだっけな。なんでだよ。画風違いすぎんだろ、一人だけ。そう。なんで、この老人とか、まあ、そうね壮年の方が多いのかっていう理由も、実は同じ理由で、はい。単純にシワが多い方が複雑になって偽造しにくくなるためっていうのがもともと。あだから、女性の人肖像が少なかったっていうのはもともとはそのためらしいですね。あ、そういうことなんだね。そう。ヒゲとかシワとかがある方が、なんですって。そうなんですか。っていうなんか急に夏目さんち的にいきなりトリビア始まるっていう。ね、ポポポポポ、せやかちゃんの知力が上がった。その程度で上がっちゃう0.1 から 0.15 になった。いらねえなそのアップ渋いソシャゲみたいになってんじゃんステータスの上がり方が。まあということではい。やっていくんだけども、世界にですね面白いお札っていうのも結構 ありまして、あ、じゃあちょっとそれ紹介してくださいよ。はい、それもちょっと見ちゃおう。おうかなと。じゃあまあ唐突にクイズということで、はい。ででん。でどん。現在世界で最も多くの国家の紙幣に記されている肖像は誰でしょうか。チクタク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 。お、さやさん伊藤又五郎。誰だよ。二世。 2世ってつければどうにかなると思うねということで正解はですね、はいイギリス女王のエリザベス2世が一番紙幣に書かれてる人としては多いらしいですね。やっぱ女王様ね。はい、女王様ね、そうということでまあこんな感じでね、いろんな紙幣をね、紹介させていただいたんだけど、その中でも例えば、ユーロ移行前のオランダでねおー流通していたギルダー紙幣っていうものがあって、かっこいい。モダンアート風でちょっと漫画っぽくない？おしゃん。そう
だからこういうのもあるから割ともう好き放題お札ってデザインしちゃっていいんだなっていうのが。まあということで、はい、今から長くなりましたが、まあお札のなんとやらをなんとなく皆さん把握したところで、実在の国というよりは夏目さんちの妄想を炸裂させた国を作るという話ですね。ということで今回やっていく企画は改めまして建国します。まあ、ということでじゃあどうするこれ下書き。そうね、下書きに15分っていう形で、なんとなく下書きと雰囲気を決めるのに15分かけていきましょうか。ではよし、それではよーい、福沢っちポンポンついてると可愛いからポンポンつけよう。ポム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 。楽しそうですね。全然楽しくないです。そうなんですか。すいませんでした。ちょっと勝手になんか決めつけないでもらっていいですか。ポム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 。楽しそうですね。ちょっと勝手に決めつけないでもらっていいですか。そうなんです。気難しいなこいつ。まあということで、はい、下書き10分ちょいでしたね。15分使わなかった。いきます。せーの、ドドン。あ、なんかお顔可愛いね。でもお互い女の子になりましたね。女の子ですね。女の子になった。はい。あ、でもいい感じだ。なんかユニコーンみたいなのおるじゃん。そう、ユニコーンがいるの。これはこの国で信仰されているんだ。へえ。僕はでもね、やっぱこういう感じの。やっぱコードですかこれは。コードなんですよ、これは。コードなんですか。コードだけど、ちゃんと理由がありますよ。なんでコードが書いてあるここにね。あ、コードが名産品なんですか。いや、違いますけど。そこ名産品にする国いないだろ。じゃあ僕も設定1個だけね、ちょっとまだ最後に全部解説するんだけど、このお札は、わずか3ヶ月しか使用されませんでした。うわこういう色来たの気になるでしょ。気になるね。さあ、ということで、今からペン入れやっていこうと思います。完成までいきましょう。姉さんは紫インクで戦います。僕は茶色インクで。名産品考えよう。名産品おみかんとかだったら可愛い。可愛いな急に。でもさ、名産品考えるとさ、でもどういう国かわかるよね。そうそう、大体地域がさ、あったかい国なのかとかさ、考える。そういうのも考えられるからね。そういうなんか周りの外堀というか文化から埋めていくとやっぱ説得力のあるね。あ、そう世界観になったりもするしね。それを思うと勉強って大事よな。社会科の勉強ってそういうとこに生きてくるよね。そう、社会科というか歴史とかだね。絵描きにとって割と大事な要素ではあるんですよね、実は。名産品のアーモンド。アーモンドってあったかい地域になるのかな、冷たい地域になるのかな。ああ、勉強しとけばよかった。また出て。しなきゃいけないと思ったらすりゃいいの。いや、それよ。結局のところ。そうよ。そうだわ。誰なんだよ。諦めちゃダメよ。誰なんだよ、お前は。私、モニカよ。モニカすぐ出てくるの、最近。ゲニー。背中が痛いわ。ゲニーじゃねえだろ。さあ、ということで、完成まで一気にまた行ってしまいたいと思います。調子はどうなのゲニー。続くなよ、モニカ。モニカ帰れよ、早く。母国に帰れ。ありがとう。また、来るからね。ありがとう、日本。馬なんなんそう、馬ですね。さやさんユニコーン的なやつを書くときになんか馬の資料を。バッチリ、ちゃんと資料書いてバッチリね。見て書きましたわよ。僕はただただ書き込んでるだけですね。得意分野ですね。得意中の得意ですね。なんかお札っぽくなるようにね、なんか線数を増やしたいなっていう気持ちでね。あとなんかこういうなんか枠みたいなのとかそうね、フレームとかね。そうただちょっとこの辺全部即興なんでね、なんかこうすごいふわっとしたデザインにはなってしまってるんだけど。いや、そうなのよ。お、ほら、これはそうだね、この単位が後ほど明かされるらしいので。だからちょっとみんなは多分みんなもね、1回ぐらいは手にしたことあると思うんで。絶対ないと思う。絶対ないと思う。いや、あるのかな。いや、あるかもしれない。いや、あるかもしれないよ、夢の中でそっと。ゲンさん、どうしたの？インクのボタン落ちがほくろ毛みたいな。いや、でもね、ここからですよ。ゲンさん2回目やりましたね。2回目やりましたね。2回目やったのに、ここでゲンさん吹っ切れました。後ほどまたその伏線回収しますが。おっと、ゲニー選手、何か企んでいる模様。出血した何が、一体何があったのか。ということで、できました。お札です。オリジナル紙幣作ってみた。せーの、でどん。
なんかすごいドラマがあるんですけど。まあ言ってしまえばこれははい。一瞬僕インクボタ落ちしたんですよさっき。そうね、2回ほどボタってましたね。ボタってたんだけど、うんそして一周回って思いついちゃって、うんうん。あじゃあいいや汚そうと思ってちょっとお札をカラーインクで書いた後にペン入れした後にカラーインクで思いっきり指で汚しました。もうこの、物語が始まる漫画の1ページ目としたら、うんまずさっき僕たちが説明したような紙幣についての説明が出るわけですよ。あー、うんうん。紙幣とはドドンとこうモノローグでドーンと出てき入るわけですね。て、そしてここにある紙幣はとある国でわずか3ヶ月のみ使用された紙幣であるって言って始まる物語が。でそれで結論言ってしまうと、うん。でこの人類が暮らしているね小さい星なのよ。うん。割と地球とかじゃなくて星っていうかなんて言うんだろう、コロニー。コロニー。そうコロニー、うんうん入植してくるわけみんな。うんもともとそこにいたコロニーにいる人類のところに、うん。数百年前に地球からの入植でコロニーに逃げてきた人たちがいるわけよ。おー。でそこがそろそろ手狭になってきたっていうぐらいの時にはい起こった物語なんだけど、はい。でそこに入ってきた地球人の血筋は、はい。そこの環境に適応して少しうん。変わった力が発現するようになるわけですよ。おー、うんうんうん。そうそうそう。でそれを危惧したもともといた人たちは、うんうん。その地球人の血筋を、排除し始めるわけですよ。恐れたのね。そう。でその時ちょうど排除し始めた時にこの女の子が出てくるわけです。でもこの紙幣にされるだけの影響力があった子ってことだけでしょ。一番強い力が出ちゃったう子。わー、好きそう。好きそう。一番強い力が出ちゃった子で、うんでもこの子を絶対に守りたかった地球人ではない能力のなんもない男の子、うんうん。弱い、うんうん。言ってしまえば力としては弱い男の子が、この子を絶対に守りたい。うんうんうん。そうでそこの国ではもう過ごすことができないからうん。別の国を作ろうとするわけよ。その小さなコロニーの中で、うん国を一個作って、うん一つの経済大国を生み出そうとするっていう物語おー。だから SF なのに。 SF だけど要素としてはちょっと経済的な話が入る、テーマはお金なんだね。そうテーマはお金普通に面白そうじゃない。だけど多分書くんだったら相当頭良くないと、うんてかいろいろ調べないと書けないタイプだけど頑張れポン。書かねえよでもこれがだからうん。シーンで言うと最後この二人死ぬんです。男の子と少女は。ああ、その二人の血がついてるってことこれは男の子。子です。うわー、切な。最後国が経済的なねバランスが崩れ始めたところで処刑されてしまうわけですよ。切な。でこれ第一部が終わった時の一番最終シーンはうん。こういう感じで男の子がうんこうやってやって女の子の顔を見てこのまま死んじゃう男の子。悲しい。悲しい。この企画でこんな悲しい物語出来上がると思います？っていううわー要するに建国後3ヶ月で滅びてしまった国の物語ですね。うわー。はい。特感でずっとね書きながらずっと考えてたからねすっごい壮大になっちゃった。あら、素敵だわ。なんかでしょなんかちょっと心傷ついちゃったけど、うんあとプレッシャーすごい。いや後半のプレッシャーすごい。でもさやもなんかすごいいい感じな紙幣っぽい海外の紙幣感強いね。海外っぽいでしょ。ねすごい海外っぽいわ。そうこれね、はいはいあれなの。すごい未来の話、未来にすられたお札。未来なの？そうこれ場所はどこなの？まあ地球の地球だったじゃん。これは地球。うん僕たちの地球ではない地球。そうまあ訳あって、はい人類がものすごく少なくなって、うんうんうんでもうほぼほぼ一つの国に全員の人類が集約されたぐらいのめちゃくちゃ減ってるじゃないですか。すんごい減ってる。やばいね。そうでそこの国で、かつて昔、うんこうある地域で伝説として語り継がれてるはあ少女とはいユニコーンが、うん実はこの二人まだ生きてて人じゃないんで、うんうんうん超長生きなんですよ。はい。だからずっとこう人類を見守ってた人。見守ってるっていうそういうことね。そう神ポジションなんだじゃあ。神ポジション。割と。そうそうそう。でうん。こっちが女の子でこっちが男の子ですこっちがメスのユニコーンでこっちは男の子です元人間ですかこのユニコーンは。違うもともとはいはい男の子の精神がユニコーンに委っててほう。女の子はもともと女の子だったのだから体をこの子見た目完全に女の子女の子だけどそこにそうでも人間の体だうんうんと危険な目に遭ってしまうかはいはいらっていうことで精神を入れ替えたっていうほなのでめちゃめちゃ強いです。見た目が女の子だけど中身男の子なんですごい強気みたいな。う。はあはあはあ。でこの紙幣を見て「はは俺たち書かれてるぜ」みたいな話をして、で手に入れたってはいいうはいはい記念にここにこの子がサインしたっていうほ世界に1枚だけの紙幣になってるっていうう。なるほどね設定です。。じゃあ日本ぐらいの島がうんノアの箱舟状態になってる。何がしかの力で。そう何がしかの力か。そう何がしかの力でこいつらが日本ぐらいのサイズの島に全て集めてると。
そういうことにします。なんでまあそういうことらしいですよ。そういうことにします。はい、ということでね、まあこんな感じではい紙幣を生み出してみたんだけど、んなんか人の男の子の思いが宿ってしまったこうなんか呪われてそう。もはやなんかこう呪いの一個のアーティファクトみたいななんかその別の物語の主人公がさ、集める7つのなんかさ、異物みたいな感じになっちゃってねいやなんかそんな感じだね。でもすごいいい感じに僕ははい好みの感じで書けたかなと。かわいい。ね、どうですかこの紙幣。いくらで買ってくれますか？買わせるんだ。そうですね。ベベリッコですね。そうベベリッコって読むんだ最後にすごいなんか間抜けな事実が明かされたけどこれなんて書いてあるの？こことここはなんて書いてあるの？これ、日本銀行券って書いて日本銀行券なのこれ日本だったんだこれマジ日本だったんや。